皆さんこんにちは。ここはバリ島電波サール空港の国内線ターミナル。これからジョグジャカルタへ向かいます。今回乗る便はこちら、ガルーダインドネシア航空 GA253 ジョグジャカルタ行きです。フライト時間はおよそ1時間半の予定です。それでは早速制限エリアに行ってみましょう。電波サールの国内線ターミナル、実は来るのが初めてです。そして驚いたのはそのお店の数。この国内線のターミナルにかなりの数のお店があります。スターバックスはもちろん、なんと日本が誇る吉野家まであります。いや、こんなところで見かけるとは思いませんでした。その他多種多様のお店が所狭しと並んでいます。待ち時間にはそんなに苦労しないかもしれません。搭乗までまだ少し時間があるので、プライオリティパスが使えるラウンジへ。中はこんな感じ。結構ゆったりめなレイアウトになっています。食事は国内線にしては結構頑張っている方だと思いましたが、このラウンジあったのは水かコーヒーのみでソフトドリンクはありませんでした。これはちょっと残念。ということで早速搭乗ゲートへ行ってみましょう。ガルーダインドネシア航空ジョグジャカルタ行きです。実はガルーダ自体乗るのが初めてなのでちょっと楽しみです。座席は33のレイアウト。個人モニターもちゃんとついています。1時間ちょっとのフライトなのですが、機内サービスもありました。この紙袋を1人1つ渡されます。中身はというと、パンに水、それからスナック。簡単なものですが、もらえるだけありがたいですね。ちなみにパンの中身は真っ黒なチョコレートでした。はい、ということでジョグジャカルタが見えてきました。あっという間です。上空から見ると相当な田園地帯なのがわかります。そう、この空港、市内からかなり離れているんですよね。そしてこのジャグジャカルタ空港、2020年の3月にできたばかりでかなり大きくて綺麗な空港です。床なんてこんなにピカピカ、内装デザインも凝ったものが見られます。一方、この空港かなりの田舎にあります。市内へのアクセスは電車かタクシーのみ。今回は電車を使って市内へ向かいます。この空港もいろんなお店がたくさん。懐かしのダンキンドーナツやルートビアで有名なハンバーガー屋がありました。はい、空港の外に出てきました。見てください、このデザイン。まるで5つ星ホテルの中にいるかのようなデザインです。とはいえ、一歩外に出るとこの風景、本当に田舎の中にあるのがよくわかります。空港の駅に向かう途中ですが、なんだかかなり賑やかです。こんな恐竜の置物展示だとか、こんなちょっと関係なさそうな置物まで置いてありました。さて、この空港鉄道、空港からの唯一の公共交通機関なのにすぐ予約でいっぱいになります。で、事前に予約をしておきましょう。オンラインでアプリを使って事前に予約をすることができます。出発地と行き先を指定して日付を入れるだけ。あとはサーチチケットで出てきた時間帯のうち乗りたいものを選びます。料金は特急だと5万インドネシアルピア。あとはパスポート等の情報を入力してクレジットカードで決済できます。発券し終わると QR コードが送られてくるので、それは控えておきましょう。この改札で必要です。
タイミングよく電車が入線してきました。車体には YIA エキスプレスの文字。中はこんな感じ。荷物置き場がありました。座席は普通ですね。指定席なので決められた場所に座ります。ということで今回は11番の座席へ。一応コンセントが座席に備え付けられていました。35分ぐらいで電車はジョグジャカルタ駅へ到着。空港の駅と比べるとだいぶローカル感が強い駅ですね。空港の前にはオンラインタクシーの待合所があります。今回泊まるマリオットホテルは駅からだいぶ離れているので、ここからタクシーで向かいます。さて入り口ですが、なんか豪華な装飾が。そう、今はラマダン真っ最中の時期。中もこのようにラマダンの装飾が大きく施されていました。1階の入り口付近にクラブラウンジのような区画があります。ここでチェックインさせてもらいましょう。クラブアクセスのゲストは朝ごはんもこの区画で食べることができます。ラマダン用のディナーなんかも開催しているようです。まだカクテルタイム前の時間だったのですが、軽食が結構な数用意されていました。ということで部屋はこんな感じ。ツインベッドの部屋になります。たまたま同行者が誕生日だったため、このデコレーション。部屋の端にはソファーもあり、結構ゆったりとした作りになっています。窓から見える景色はこんな感じ。下にプールがあるようです。もちろんお水やコーヒーも事前に用意されています。水回りも清潔で広々。ただバスタブはなくシャワーのみでした。でも外は暑いのでシャワーのみでも全然問題ありません。シャワー室も結構ゆったりな作りになっています。ステータス向けにはこんなローカルスイーツも部屋に用意されていました。先ほど部屋から見えたプールに来てみました。泳いでる人は誰もいませんが、一応インフィニティデザインになっているようです。そしてこのホテル、モールと隣り合わせになっていて、雨に濡れずここまで来ることができます。中には飲食店も充実。こんな日本食チェーンなんかも入っていました。やっぱりインドネシアでも日本食は人気なようですね。そして1階にはスーパーマーケットも併設。こんなラマダン用のお菓子セット。それからなんと電動自転車まで売っていました。
ここで買う人がいるのか分かりませんが、お値段350万ルピアから。やっぱりこの中にも結構日本のものが売られていました。これは面白い形の豆腐ですね。こんな形のものは初めて見ました。夜になったので、ステータス向けのカクテルタイムへ行ってみます。食事の種類はちょっと今一つというところでしょうか。デザートは多数あったのですが、ホットミールはあんまりありませんでした。まだ寝るには早いので、このホテルの周りを散策してみることにしました。ホテルを出るとすぐローカル感あふれる屋台群と遭遇。どんなお店かわからないのですが、このお店が盛況なので入ってみます。メニューはインドネシア語オンリー。ただ写真付きだったのがせめてもの救いです。ということで、周りが頼んでいるものと同じ麺を注文。これシンプルに見えてとっても美味しかったんですが、辛さレベルが尋常じゃありませんでした。僕は大好きです。はい、おはようございます。2日目です。ということで朝食です。昨日のクラブフロア価格に案内されました。隣接したレストランに食べ物を取りに行きます。いや、最初に言ってしまうと、ここの朝食は本当に素晴らしかったです。まず尋常じゃない種類があるのは当然。地元のローカルメニューが多数準備されていて、一種のアトラクション的な楽しみもできるのが非常に良かったです。スタッフの方もとっても親切で、逐一説明をしてくれたり、よそってくれたりしてくれました。とってもありがたいです。そしてこうやって時々座席までわざわざ持ってきてくれることもありました。これはジョグジャカルタの薬膳ジュース的なものだと言っていました。真ん中はアボカド、左と右はフルーツ系のジュース。右のやつはかなり薬感が強いんですが、全然いけます。美味しいです。こちらはローカルデザート。これもココナッツの味が非常に強くてとっても美味しかったです。こんな感じで次から次に運ばれてくるので、文化体験的な楽しみができ大満足の朝食でした。ということで、ジョグジャカルタといえばの世界遺産ボロブドゥールに向かいます。行き方はいろいろありますが、とりあえず行きはタクシーで向かうことにします。1時間ぐらいでボロブドゥールに到着。入場料はインドネシア人と外国人で分けられていて、インドネシア人は1200円、外国人は4550円になります。チケットを買うとこのバンドを渡されます。そして次はサンダルコーナーへ。遺跡の床を守るためにサンダルに履き替える必要があります。ちなみにこのサンダル、持って帰ることができるので、ちょっとしたお土産になるかもしれません。番号が呼ばれるまでこの待合所で待機します。ここからは10人ぐらいのグループツアーになっていきます。
ここは瓦礫とかを集める場所でしょうか。さて、見学後の出口へ向かう道。ここではとにかくお土産の客引きがすごかったです。一旦ジョグジャカルタまで戻るのに、今度は公共交通機関を使って行ってみようと思ったのですが、探し方が悪かったのか、バスらしきものがどこにも見当たらず、人に聞いてもよくわかりません。少々残念ですが、またグラブを使うことにしました。乗り換えなしで次の目的地まで直行。いや、便利な世の中になりました。さて、ここが本日2つ目の世界遺産、プランバナン遺跡です。こちらの入場料もボロブドゥールと同じく結構な金額です。ただその価値はあります。はい、入り口から少し歩くと遺跡が見えてきました。このようにいくつもの塔が立っているのが特徴的です。ちょっとだけ見た目がアンコールワットに似てるなと思ったのは僕だけでしょうか。そしてここ小さい動物園みたいなものがあって、ここには何匹か鹿が飼われていました。そしてこれ、出口に向かう道ですが、1から6まで用意されています。どのお土産屋に当たるかは運次第。このシステムはボロブドゥールにもありません。とてもユニークです。と思ったら途中からブルーシート商店街。そして出たところにはハードロックではなくナードロックカフェ。帰りは電車で帰ってみることにしました。で、駅までの道なんですが、とんでもなくローカルで、本当にこの先に駅があるのという気分になります。はい、で、駅前まで来ましたが、いや、見事に何もありません。仮にも世界遺産の最寄り駅なんですけどね。向こう側に露店が見えますが、近代的な商業施設っぽいものは一切見当たりません。駅前にあったのはこの屋台1台のみ。これもこれで楽しいです。駅舎は小さいけれど綺麗に整備されています。ここからはだいたい 1,2 時間に1本くらいジョグジャカルタ行きがあるようです。で、ここからが大変で、なんとチケット買えなかったですよね。この券売機チャージ専用で券売機ではないんですね。ここでは IC カードはしかも売っていないと。と思ったら親切な駅員さんに助けてもらいました。幸いにして電車のアプリが入っていたので、そこに電子マネーを送金してくれました。もちろん現金はお返ししました。プランバナンからは3駅でジョグジャカルタです。結構近いところにあるんですよね。電車だとあっという間です。で、ジョグジャカルタ駅、見事に降車口に手すりが重なっています。
昨日と同じくここからタクシーでホテルへ。道中には銀塗りの人々。夜ご飯ですが、せっかくなのでホテルでやっているラマダンディナーへ。ムスリムじゃなくても大丈夫とのことだったので参加してみました。周りには日没まで断食したムスリムの方々で非常に賑わっていました。バーベキューディナーでしたが、これがすごく豪華で、とにかくいろんな種類の肉が所狭しと焼かれていました。他にもいろんな食事も用意されていて、デザートもこの種類。この値段でこのクオリティはかなりのコスパだと思いました。はい、ということで2泊したジョグジャカルタを後に空港へ。帰りはなんと電車が満席で予約が取れませんでした。出発ゲートではこんなゆるキャラがお見送りしてくれます。これはご当地キャラかなんかなんでしょうか。制限エリアに向かう道中もこんな感じでお土産屋が溢れています。いや、しかし本当に綺麗な空港ですね。天井までの高さの窓、素晴らしい開放感です。空港の売店にはどら焼きまで売っています。帰りはライオンエアで電波サールまで。ライオンエアって東南アジアのイメージがありますが、マカオまで飛べるんですかね。窓ガラスはとっても汚かったです。残念。ということで無事に電波サール空港まで戻ってきました。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。Just so you know